Hello and welcome back to another episode of White Album 2. We are playing through the closing chapter on Koharu's route. So Koharu and Haruki have resolved to try to fix everything and give everyone the happy ending they deserve. As happy as it can be anyway. Koharu just resigned from goodies. They said goodbye to everyone, tried to leave on a happy note, and here we are. 存分に別れを惜しんできたか？はい、おみくちゃにしてもらいました。そっか。She still looked happy though. Koharu had her ponytail half untied and smiled genuinely, but her red eyes implied how emotionally touching the farewell was. みんなとも話せました。これでもう思い残すことはありません。この世の終わりみたいなこと言わなくていい。いつか道が開けたらまたあの店に戻ることだってできるはずだ。前に進む覚悟決めただけです。不退転のってやつです。Saying this, her bittersweet expression disappeared from her face, replaced by one of unwavering conviction. Though her red eyes couldn't go back to normal immediately. それじゃあまずは本屋に行くぞ。それから俺の部屋に戻って作戦会議。今日中に方針を決めて明日から動く。はい。これからは分刻みのスケジュールだ。寝る暇なんかないと思え。小春が決めたあのプランで行くならな。お願いします。巻き込んでしまってすいません。正直俺としてはあの方針に関してだけは考え直してほしいところだけど。それはないです。本当にごめんなさい。きついぞ。っていうか今年は9割方無理だぞ。でしょうね。後悔しないか？するに決まってます。多分どっちを選んでも。だから私はほんの少しでも後悔の少ない方を、悲しませる人が比較的少ない選択肢を選んだだけです。I mean, this is smart though. If you get yourself into a situation where every option is bad, it's easy to want to just fold in and let anything happen. But if you're strong, you'll do as Koharu's doing. Try to pick the best option even though they're all bad. She's so mature. だからその春樹先輩もし付き合いきれないって思うなら、先輩はやっぱり無理していただかなくても、私一人自己完結して落ち込むな。そんなこと言ってない。だって先輩急に黙り込んじゃうから、やっぱり私のこと呆れたんだって。Poor Koharu. 見捨てるわけないだろ。今の小春を地獄の底まで付き合うよ。はい、ありがとうございます。私やっぱりごめんなさい。今は絶対に先輩が必要で。Koharu, who wept over her failure of attempting to resolve everything herself last night, has now fallen into quite the troublesome state after merely a day. She's gathered her courage and determination, but she's also dependent on someone. とにかくサイは投げられた。半月か一月か1年か、それともずっと抱え込むか。進もうな。不退転の決意で。はい。 But her current change is no cause for concern to me. After all, Koharu's current situation is considerably better from what it was before. I remember how she handled things so straightforwardly and single-mindedly back when we first met. And I can see that signs of the bright, charming, and straight-laced girl who's difficult to handle are returning. ところで、さっきは何の騒ぎだったんだ？
随分と中川さんたちに可愛がられてたみたいだけど。ああ、あれですか。へえ。小春って実はあの中では結構いじられてた？ああ、まあどちらかというと私というよりは別に少しくらいならいいですよね。先輩の評判落としちゃっても。Oh, it's not lowering his reputation. It's just being honest. I'm honestly glad that finally happened. だから北原さんとのことだって。一緒に入ってきたかと思えば一緒に辞めちゃうし。いえ、先輩が私の教育係になったのは本当に偶然で。一緒に辞める方も？北原さん昔からガチガチだったから年下の女の子に落とされちゃったのかどうかみんなすっごい興味津々なんだよね。興味は先輩の方なんですか。で、どう？この際だからはっきり言っちゃいなよ。二人はどうだったの？どこまで行った？キス止まり？ So ridiculous. 参考になるかどうかわかりませんけど、お店の中でエッチしたのは1回だけです。 Don't tell her that! You could get in big trouble. Okay. Okay, that's definitely lowering Haruki's reputation. Jeez. Well, if you're gonna tell a little secret, might as well tell all the big secrets too. 今なんて言ったんだ杉浦。ご迷惑をかけてすいません。先生にはなんてお詫びしていいのか。そういうことを聞いてるんじゃない。お前が何が言いたいのかわからんと言っとるんだ。北条大の推薦を辞退させてください。理由を言え理由を。卒業まで1週間を切ったところで今さら何を言っとるんだ。聖仙大の二次募集を受けます。どうしても行きたい学科があるんです。そんなの認められるか。両親は何て言ってるんだ。説得、いえ、納得してくれてます。信用できん。連れてこい。直接話をする。その必要はないです。こうして誓約書に印鑑もらってます。私のわがままを両親は認めてくれました。推薦が決まってから辞退するなんて、先生だけでなく学校にまで迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ないと思ってるんです。 Man. Just imagine that your choices over the last few weeks of school has altered the course of your entire life. 迷惑どころの話じゃない。来年度からの合格者数にも影響が。分かってます。だからこうして先生にお願いしに来たんです。大学の方に謝罪に伺いたくて。私に謝りに行けというのか。私が直接行きます。でもできれば先生に同行してほしいんです。杉浦。確かに先生には多大な迷惑をおかけすることになります。けれど同行していただいた方が付属への影響を最小限に抑えられると思うんです。それはその通りだが。北条大附属の学生としてあるまじきことというのは分かってます。でも聖仙大に行きたいんです。お願いします。失礼します。もしかして聞いてた？小春？美穂子に会うことがあったらさ、よかったらでいいんだけど伝えてよ。え？北条大行っても大丈夫だよって。あなたを苦しめるものは何もないよって。
それって小春。そろそろ帰らないと。私これから追い込みなんだ。もう一月切ってるんだけどね。そんな。 What a big sacrifice, though. I hope they truly understand that she's trying to make things right now. それじゃあね、二人とも。美穂子とこれからも仲良くしてあげてね。ちょっとねえ小春待って。無謀だよそんなの。さゆり、今から志望校変えるとか推薦辞退するとか、たった一月で、しかも先生なんて無理に決まってるじゃん。そうだよ、先生ってうちの大学と同じくらいか、下手すると上。やってみなくちゃわからないよ。小春。ありがとうさゆり、心配してくれて。 Aw. 心配なんかしてない。ただあんたはバカだって言ってんの。それでも決めたんだ。どうせ受けるなら自分の行けるところじゃなくて行きたいところにしようって。絶対落ちる。一年棒に振る。私たちのこと恨むようになる。ならないよ。自分がするって決めたことは自分で責任取る。でなきゃあなたたちと仲違いなんてしなかった。さよなら、あこ、さゆり。卒業式も行けないからこれが多分最後。じゃあね、二人とも。 Oh, it's so sad. 小春。元気でね。Man. しかし開き直ると決めたらとことん開き直るやつだな、小春は。どこがです？推薦の辞退のことも、諏訪先生との交渉のことも、大学への謝罪訪問のことも。でも辞退するって決めた後のことは全部春樹先輩の計画通りですよ。確かに手口は俺が考えたよ。でもまさかまるっきりためらわないなんて。先輩のこと信じてますから。先輩の社会経験と頭の回転と容赦のなさを。 Oh, please be careful listening to Haruki's advice. He's smart in a lot of ways, but he's really dumb in a lot of ways too. Even now, I'm actually really opposed to all this. The method that Koharu had decided to allow Yara-san to attend Hojo University is one that greatly endangers her own future. Not to mention, Yara-san only chose Hojo University because Koharu was there. So, just seems kind of dumb to give up your own recommendation. ほんのちょっとしたボタンの掛け違いじゃないか。もっと他にいい仲直りの方法はあるはずだ。まずは入学してから時間をかけて説得して、いつか復学してくれるのを待てばいいじゃないか。しばらくは休学扱いにしてもらって。今起きてることは深刻だけど、元を正せば付属の女の子の単なる失恋だろう。きっと数年後には、あの時はなんであんなことに本気になってたんだろうって笑ってしまうような恥ずかしい思い出に変わるさ。 Oh, that's rich, coming from you. How about you look back on your high school days and think of it as just a funny, silly, embarrassing memory? Exactly. He couldn't do that. He can't do that for the rest of his life. I continue to ignore the fact that it's my responsibility to get to the bottom of this and insist on pressing Koharu to change her mind. And yet, Koharu... ならその他の仲直りの方法ってのを今すぐ教えてください。時間なんてかけてる余裕なんかないんです。これ以上美穂子に傷をつけるわけにはいかないんです。単なる失恋なんて言わないで。私自分の恋を誰にも否定されたくないです。
恋してる相手にだって今本気なんです。数年後なんてどうだっていいんです。それに私は数年後だってきっと本気です。こうと決めたら本当に何言っても聞きやしないんだもんな。だから先輩が許せなかった。だから先輩とぶつかった。だから先輩のこと好きになったんです。Incidentally, once she strengthened her resolve, she wouldn't even hide her feelings. レベル高いんだぞ、聖仙大の文芸学部って。先輩のゼミと交流があるんですよね。何人かと面識あるけど、正直うちよりも上だと思う。出版やマスコミの就職も多いんですよね。まあそういうのが得意な学部だから。先輩出版関係志望なんですよね。まあできればなら十分です。狙うに値します。Should I think deeper about this or just let it slide? 絶対に合格してみせます。誰にも迷惑かけません。小春、美穂子にもさゆりにもあこにもクラスにも先生にも付属にも先輩にもお父さんにもお母さんにも飯塚先輩にも水沢先輩にも小木曽にも、そして小木曽先輩にも。Koharu's strong determination slightly deviates from her reason to go to Seisen University. Did she not realize this, or did she choose to overlook it for now? ところでどうです、土井さん。待ってろ。 The fact that I've been reminiscing about things up until now causes me to forget for just a moment that I'm now Koharu's personal tutor, and she's currently studying for exams. It all began the day before yesterday. Even with over 10 hours from morning till night, it was an exam preparation plan that started way too late. Someone who has experienced the reality of university entrance exams, even a little, would either roll on the floor laughing or snicker at our hopelessly late efforts with cynicism. To be honest, even I'd laugh at how she still tries to get into Seisen University with so little time left. 合ってる。ほら、推薦決まってたからって遊んでたわけじゃないんです。ちゃんと普通の受験生のレベルは保ってますよ。Pretty incredible considering all of the shenanigans you guys have been up to for months. There goes my reason to laugh at her. She really maintained a high level of studying. Among Seisen's past exam questions, this is one of the more difficult ones. Perhaps, from here on out... いけそうですか？大学受験を甘く見るな。ほら次、問4。はーい。That's right. We shouldn't be taking this lightly. とにかく小春が一般入試を受けるって決めてしまった以上、俺は試験の前日までお前のそばを離れない。はい。 For her to be able to smile at the very end, for me to be able to see Koharu's true smile. I don't have much time to put in a serious effort at this point. だからあと3週間、小春も覚悟を決めて、俺の言うことにだけ従ってくれ。俺を信じてくれ。はい、北原先生。Aw, cute. その呼び方だけはやめてくれ。I felt a slight yet penetrating sting at that remark. Toot. そうですか。美穂子、卒業決まったんだ。ええ、先週先生方とご相談して、出席日数は少し足りないけれど、2学期の成績は問題なかったから特例ってことで。Aw, good for her. よかった。よかった。ありがとう。これも杉浦さんのおかげよ。
あの子が休んでいる間もいつもノート届けてくれてたから。いえ、私なんか。これでとりあえずは一息ついたってところね。まだまだ解決できていない問題は多いけれど。それで今日は美穂子にも内緒で私に話したいことって。ええ、実は。お水おかわりいかがですか？はい、失礼いたしました。It'd be a problem if Yada-san's mother turned around right now. Since I've met her twice already. その解決できてない問題、美穂子が進学しないって言い出した理由についてです。知ってるのね。よかった。あの子ったら今まで一言も話してくれなくて、相変わらず微熱続きだから強くも聞けなくて。そうですか。それでどうなの？やっぱりクラスのお友達とうまくいかなかったのかしら。 This poor mom. I can't imagine going through like months of the school year not knowing what's going on with my own daughter. That's just sad. それは。あの子、中等部の頃はよく学校行きたくないって口にしてて、付属に入ってからはそういうこと言わなくなったから安心してたんだけど。 Now that I think about it, Koharu once told me about this before. Although she had been in Hojo ever since kindergarten, she still couldn't blend in with the class. それも杉浦さんが朝迎えに来てくれたり、いつも仲良くしてくれたからだったのよ。本当に感謝してるの。ごめんなさい。でも今回の原因は私なんです。私が美穂子のこと傷つけちゃったんです。だから美穂子にとって今までよりも深刻なんです。おばさんの言う通り、私と美穂子仲良かったと思います。美穂子、私のこと一番信用してくれてたって、うぬぼれじゃなくそう思ってました。そんな私があの子を裏切ったから。だから今まで以上に誰にも心を開いてくれないんだと思います。何があったの？それは言えません。Oh, okay. Call her here to tell her what happened, but you can't tell her what happened. ただ言えることは、何十年も生きてきた大人の人たちにはもしかしたらバカみたいでくだらないこと、けれどたった十数年しか生きてない私たちには何よりも大事な問題です。そうなの。ごめんなさい。そのことを話してくれただけで。それでさらに厚かましいお願いなんですけど、おばさんに頼みたいことがあるんです。Calling her auntie in English sounds really weird, but it's pretty common to say this in Japanese to older women you're close to. 何かしら？私、美穂子と話がしたいんです。それは家に来るということ？いえ、今直接話をしてもこじれるだけだと思います。だからこれ渡してほしいんです。手紙？今の私の気持ち全部書きました。感情的にならずに落ち着いてよく考えて、けど正直に隠し事なしで、いいことも悪いことも。美穂子に渡せばいいのね。わかったわ。そんな安請け合いしていいことじゃないと思いますよ。美穂子、本当に私のこと許してないから。いいえ、絶対に渡します。でもこうしてお友達が一生懸命に話しかけてくれてるのに、それでも答えないとしたら、それは美穂子の方が悪いわ。Oh, I wouldn't say it's her fault. I would just say she's choosing to end the friendship.
not every friendship or relationship has to continue forever, as we can clearly see in White Album 2's case. おばさん。でもあの子がそうなってしまった理由は私たちが甘やかしたせいなのかもしれないけど。そんなことないです。美穂子本当にいい子です。私がいけないんです。とにかくこの手紙は私が責任持って預かります。そして必ず美穂子に読ませるようにします。ありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとう。そして改めてお願いします。これからも美穂子と仲良くしてあげてね。Aww. 頑張ります。お疲れ。While Yada-san's mother left and I sat on the seat right before me in place of her, Koharu heaved a massive sigh with her entire body. Well, I suppose the act of being honest to the mother of a friend who you've got in a fight with does require quite a bit of courage. 読んでくれるかな、美穂子。読むさ。お母さんがあれだけ太鼓判を押したんだ。きっと粘り強く話してくれるよ。それでも許してくれなかったら。そのためにお母さんを味方に引き入れたんじゃないか。どういう意味です？これで俺たちはいついかなる時でも矢田さんに手紙を渡せるようになったんだぞ。何度でも何度でも。先輩。長期戦だって視野に入れてる。抜かりはないって。I mean, Haruki is really good at giving advice on how to make up with people, but he can't manage to make up with people himself. This is the last strategy I taught Koharu. 本当にいろいろ考えてるんですね。大人の手口。まあね。I personally thought that this was the easiest and the most proper way to go about this, but the way I was so calculating and accounted for various risks seems to show just how cowardly I am to Koharu, given that she's always tackled problems head on. If I used this calculating attitude on a certain other girl, I wonder if our lives would have been much easier. See, that's what I'm saying. He had the abilities, but he just didn't put it into practice. でもどうしてあんなに自信満々だったんですか？何が？お母さんを味方につけるって作戦のことです。絶対にうまくいくって言ってましたよね。そりゃ矢田さんのことを誰よりも心配してて、誰よりも愛してる人だから。小春には失礼かもしれないけど、それこそ小春よりもな。それほど知ってるわけじゃないのによくそこまで信じきることができますね。信じてなかったよ。え？母親って人種を一人しか知らなかった頃はまるっきり信じてなかった。 Oh man, yeah. 先輩？けどいろんな相手と付き合っていくとさ、いろんな人のいろんな母親を知る機会があってさ。Moreover, during high school, I had to visit almost all of my classmates' homes, and because of this, I got to know their mothers. Takeya's mother is rather celebrity-like, while Io's mother is the exact opposite, someone who's had a completely modest upbringing. Also, there are mothers who talk just about everything with their daughters, someone with nothing to hide. And there are mothers who are estranged from their daughters due to a mix of understandings and incompatible personalities, but still adore them for who they are in the end. 多数決で信じてもいいかなって思うようになった。The more I know about mothers, the more I feel like taking a gamble at some point to see how things go. さっきの小春との会話を聞いてますます確信した。少なくとも美穂子や私よりは話のわかる人ですよ。お前らも片方でもいいからあのくらい柔軟だったらこんなことにはならなかったかもな。ですね。At that time,
If only I was like that too. What am I saying? I need to stop thinking about that. It's too late to regret it, and we already decided to move on. ねえ先輩、さっきの話。 Alright, and before we delve into that, we'll stop there for today. Thank you so much for joining me on this chapter of Koharu's Route, and we will continue soon. So until then, I hope you take care. See you!